はいこんにちは、MD ジャックです。はいです。皆さんこんにちは。11セールの真っ只中ですね。皆さん、イヤホン選びに忙しいですか？今回もまた、プレイナードライバー搭載モデルの登場で、シークリアル、ドーンです。ジャックさんが、ドーンと登場っておっさんギャグ言う前に、愛が釘刺しとかなきゃ。なんだよそれ、愛ちゃんが自分で言ってるじゃん。愛はいいんですよ、おっさんじゃないですから。そうか？なんかおっさんっぽい女子大生だよな。そんなことありません。ところで、夜明けの意を持つドーンは、プレイナードライバー搭載モデルですが、ちょっと変わってるみたいですね。10mm×14mm のスクエアプレイナードライバーなんだって。それにノウルズの BA も1機搭載されてる。キネラ、セレストグミホの構成に似てるね。そうですね。でも、ドーンの価格帯は2万円台中盤で、グミホとはだいぶ違いますよ。確かに、ちょっと買ってみようかなっていう価格帯ではないよね。今回聞かせていただける機会をいただいたんで、じっくり聞いてみたけど、とても良かったよ。お高いプレイナードライバー搭載モデルですもんね。そのあたりは本質編でじっくりお話ししてください。付属品はケースがかっこいいですよ。シンプルで実用的です。それから 5N 銀メッキ単結衝動のケーブルとニアピカ低反発タイプを入れて7セットです。外観はちょっと横長なんですね。最近あまり見てないかな。フェイスプレートが貝殻っぽいですね。ガソリンスタンドを思い出しちゃいました。重さは片側 6.3g。ご覧の通り厚みがあまりないので装着してもはみ出さないし、ツートーン構成の金属シェルは高級感ありますね。ではサウンドチェックに行きましょうか。今回は前回のレビューモデルタングズ ZTNU と一緒に聞いてみます。波形がこんな感じで、この辺りの特徴に結構違いがあるのと、ZTNU もプレイナードライバーモデルなので、比較対象として不足はないと思いまして。それと、ダックはムーンドロップのドーンを使用してみました。ドーンで聞くっていうのもありかなっていうことで、イヤピはセドナイヤーフィットライトをチョイス。ケーブルはドーン付属のものに統一して収録しました。ではどうぞ。音量上がります。サウンドチェックいかがでしたか？メロディーラインで特徴の違いがはっきり出ていたと思います。詳しくはこの後触れていくとして、まずは USB ダック、ムーンドロップドーン、暁についてです。ジャックさん、こちらどうでした？そうだね、スペックは上に出てる通りだけど、とにかく扱いやすくて、音いいんだよ。ノイズも感じないし。私が今回使ったのは 3.5mm ザックバージョンだけど、4.4mm バージョンが最初に登場していたんだ。ほんの少し線の細さを感じるけど、全く気になるレベルではないし、PC につないで他のアンプと聞き比べたりしたけど、全然引けを取らないので、今回の音収録に使用したってわけ。1万円ぐらいで買えるので、ポータブル USB ダックを探している人にはおすすめの一品です。そうなんですね。愛も後で聞いてみます。USB ダックもできれば欲しいので、白くて素敵なドーンは候補です。では、次はイヤピの比較です。今回はドーンに装着して一通り聞いてみてどれも良かったんだけど、その中で空間の広さが頭一つ抜けていたセドナイヤーフィットライトを音収録にチョイス。ドーンは4から6キロが減衰するのが特徴なので、ここがあまり落ちないことも選択理由の一つ。でも実際聞いてみると、ここの減衰幅の大きめなファイナル E でもいい感じで聞けたので、あとはお好みでという感じだったね。特徴の出やすい4から6キロが減衰していることも、イヤピをあまり選ばないことに関係しているんですか？ああ、それもあるかもね。次はドーンとタングズ ZTNU の波形比較です。
低域は聞いた感じではどちらも同じように聞こえ、これは ZTNU の特性が 50Hz 以下で強めということもあるね。曲中にサブベースを使っている場合にははっきり差分が出そう。100Hz から 1km 付近まではほぼ同じ。2km手前に小さなピーク、4から 6km 付近が減衰していて、6km 付近は良しとして 4km 付近の減衰がドーンの特徴のようで、ZTNU とは中高域部分で明るさとか派手さの違いとして現れてた。聴覚上ドーンの広域は物足りなさは感じず、すっきりした感じで少し落ち着いた雰囲気になっていた。音収録では ZTNU の中高域がきつく感じたかもしれないけど、このチャンネルではレビューするモデルの音が一番自然になるよう調整しており、全てはそこからの多分となるので、ソースとレビューモデル、そして比較モデルの相関関係で聞いていただくことが大事。なので、減衰している4から6キロを自然に聞こえる調整にしている関係上、ZTNU の中高域はその分持ち上がるというわけ。なんか難しそうですね。愛にはよくわかりません。全体的にはドームは低域の質感はキックやベースラインが聞きやすく、ボーカルやメロディー系は前に出て、広域よりの中高域はすっきりといった感じ。広域も出すぎることなく、ハイハットやシンバル系もきつくなく、引っ込みすぎることもない。空間も広く感じたし、イヤピ調整次第でさらに良くなった。また音楽以外ではドラマや映画視聴でのセリフの感じも自然だったこともあり、 EQ 補正などは全く考えなかったね。スクエアプレイナードライバーと 1BA 構成ということもあって、プレイナードライバー単体構成より音量は取りやすく、スマホ直差しも結構 OK だったりする。またドライバー形状や構成から想像し得る特別な音質感はなく、正統派という感じだったので安心して聞けたね。ちょっと主張してきました。どっちのドーンもすごくいいですね。ZTNU とは中高域の音密度の違いを感じました。ただ、どちらがいいということではなく、ジャンルや曲によって使い分けたりしたくなりますね。まあこのクラスになるとどこがそのモデルの特徴なのかを把握して使い分けるのがいいよね。贅沢な使い方ですね。でも好きなことですからこだわりは大事ですね。そうだね。目を閉じていい音をじっくり聴けることはとても幸せなことだと思うし、ドーンで音楽を聴いていて少し落ち着いた雰囲気が気に入ったので、この特徴が好きな方にはおすすめです。ということで、ムーンブロップ、ドーンのプチレビューとシークリアル、ドーンのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。